どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、投稿階段、番組宛てに皆さんから送っていただきました階段を紹介していきたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。いやー、今回もね選ぶのが大変だったというぐらいとてもね、怖い階段たくさんだったんですが、今回は5人の方の5つの階段を紹介させていただきたいと思います。こちらですね、概要欄の方に番組のメールアドレスの方があります。ぜひね、今後も何か不思議体験ありましたらどんどん送っていただきたいと思います。そしてですね、紹介された方、一応番組の方からお礼といたしまして、2枚組のオリジナルステッカーの方を送らせていただいております。悪霊退散ステッカーと開運ステッカーというね、2枚組なんですが、今日ですね、紹介させていただく5名の方、送らせていただきますので、こちらさっき言いましたね、概要欄にあるメールアドレスの方に、ぜひタイトル、件名の方にステッカーと書いて、送り先の方を送っていただきたいと思います。お手数ですがね、よろしくお願いいたします。さあ、ちょっとどれもね、興味深い階段なんで、もうね、すぐ紹介していきたいと思うんですが、まず、お一方目、ユンさんという女性の方からいただきました。ありがとうございます。島田さんはじめまして。いつもドキドキしながら動画拝見させていただいております。ありがとうございます。私が体験したお話を、お話ししたいと思います。10年ほど前になるかと思います。友達と2人で隣の県の山の上にある展望台に夜景を見に行くことになりました。展望台に着くと10代くらいの男の子たちが数人で騒いでいたので、この子たちが帰ってからにしようと、少し車の中で話をしたりして待っていました。その子たちが山を降りて帰っていったので、自分たちも車から降り、前の方に歩き夜景を見に行きました。すると、左側の遠くの方から砂利の上を走る足音、ザッ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 聞こえてくるんです。その方向を見ると街灯もなく真っ暗闇。その足音がザッ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 どんどん近づいてきていることに気づき、私たちは車にダッシュで戻ろうとしました。ただ私はその途中恐怖で歩くことができなくなり転んでしまい、そのまま立てなくなってしまったんです。ザッ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 走る足音、どんどん近づいてきます。友達がなんとか私の両脇を抱えて引きずって車の方まで連れて行ってくれました。そして運転席のドアを開けエンジンをかけヘッドライトがついたその時、衝撃的なものが目に飛び込んできたんです。陸上選手が履いているような短パンの男性。でも足はシワシワだったのでご高齢の方のように思うような足でした。その下半身だけです。下半身だけが左の方から右の方に走っていったんです。怖くて声すらも出ませんでした。後でですね、この場所のことを友達に聞いたところ、その山は危険だから絶対に行っちゃダメだよ。何かあったのと言われてしまいました。友達も話したくないのか詳しくは教えてくれませんでしたが、それ以来その山の展望台には登っていませんというね、はい、お話なんですけども、まあね、真っ暗闇の中ですからね、普通にランナーの方が走ってたとは考えづらいですよね。しかも下半身だけだったっていう。でかなりね軽装というか本当に短パン姿なんですけども、足の様子で若い人じゃない、結構高齢の方なんじゃないかということが分かったそうなんですね。いろいろ考えるとやっぱりねここで以前そうやってね趣味なのかジョギングをね楽しまれていた方がいたんだけれども何かあったのかなとか、そんなことを考えてしまうという話でしたね。結構あるんですよね。下半身だけが見えるみたい
これどういうことなんでしょうね。やっぱりもしかすると、その霊というのは一番思いが強い場所、そこにパワーが宿っていて、そこが一番見えやすくなってるんですかね。で、今回はランナーの方で走っていたので、やっぱりこの足が象徴的な場所。なので、足だけがよく見えたという。でもしかすると霊感がすごく強い方だと全身見えたんだけど、それほど霊感が強くない方たちだったので、象徴的な足だけが見えたということなのかなというふうにも思いましたけどもね。いや、本当に恐怖体験送っていただきましてありがとうございました。ステッカーの方を送らせていただきます。ぜひね、メールアドレスの方に懸命にステッカーと書いて、送り先送ってください。お願いいたします。さあ、続きましてこちらですね、40代女性の方、ポンコさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。島田さんの YouTube、毎日楽しく拝見しています。ありがとうございます。私が体験した怖い話を聞いてください。私は何か嫌な感じがするとか、夢に亡くなった人が出てくるぐらいの少し、ちょっとした霊感みたいなものがあります。そんな私が20年ほど前に会社の寮に住んでいた時の話なんです。20年ほど前、会社の寮。寮というのは会社がマンション1棟を管理しているもので、私はその最上階のある一室に住んでいました。社会人になって初めての一人暮らしで、仕事や生活に慣れるのが必死な頃だったんです。住み始めて2週間くらい過ぎた頃、夜中に寝ていると、テレビが勝手につくことがありました。おかしいな。でも疲れてたんで、そこまでは気にしていなかったんです。それから数日後、夜中寝ていると、金縛りに遭うようになってきたんです。そしてまた違う日に寝ていると、玄関のところについている電球、玄関のところの電球の陶器の傘ありますね。この傘が真っ二つに割れるなんてこともありました。なかなかないですよね。寝るときは豆電球で寝ていましたが、この部屋は何かおかしい、そう思い、それ以降は電気をね、しっかりとこう々とつけたまま寝るようになったんです。それから電気をつけて寝るようになると、金縛りに遭うことはなくなりました。ああ、よかったと思っていたんです。ただ、少し経つと、今度は電気をつけていても、ほぼ毎日金縛りに遭うようになったんです。力もどんどん強くなり、四つん這いで上に乗られ、両腕をつかまれたり、耳の穴に指を入れられたり、口の中に拳を入れられたりする、そんな感覚がありました。めちゃくちゃ怖いですね。そしてなぜかいつも玄関の方から視線を感じている。そんな気がしていたんです。またある日寝ていると、いつものように強い金縛りにあって、思い切ってその時は目を開けてみたんです。すると自分の足元の横に黒い感じのスーツ姿のサラリーマンが体育座りをしてこちらを見ていたんです。私は怖くなり、急いで目を閉じて心の中で何度も何度もお経を唱えました。そんなことがあって数年が経った後、その会社を退職することになりました。引っ越す日の前日、母が荷物の片付けの手伝いに来てくれて、一緒にその夜は泊まることになりました。片付けも終わり、夜になり、母がそろそろ寝ようかと言って、母は電気を消したんですが、私は言いました。この部屋、電気つけてないと金縛りに遭っちゃうよ。ただ母は、いや、私暗くないと眠れないよ。そんなことを言うので、二人だし大丈夫か。そう思い、真っ暗闇にして寝たんです。横になって5分も経たないうち、すぐそばの押し入れがあるんですが、その中から紙のようなものをガサガサガサ、ガサ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 、ガサガサガサさせる音がしてきたんです。そして玄関から裸足でこちらの方にひたひた、ひたひた、ひたひたと歩いてくる音が聞こえ始めたんです。母はびっくりして、何？押し入れ？中もう何もないよね。そういうので、
私も怖くて、だから電気消しちゃダメって言ったじゃない。そう言い慌てて電気をつけたんです。電気をつけて音はピタッとしなくなりましたが、二人で怖く布団に潜り朝が来るのを待ちました。それから朝になって逃げるように引っ越しをしました。あの部屋に今も誰かが住んでいるのかと思うと心配になります。これ非常に興味深いのがですね、本当恐怖体験怖かったと思うんですけども、最初大丈夫だったんですよね。で、ある日、テレビがパッとつく。なんだぐらいなんです。で、その後、金縛りに遭うようになる。でもその後に電気をつけるとなくなるんですよ。ああ、よかったと思うんだけど、今度は電気をつけていても金縛りに遭っちゃう。で、さらにその後、霊でしょうかね。なんかこう力が強くなってきて、ぐっと押さえつけられるとか、耳にね、指入れられる。口に手を入れられる。これ怖いですよね。どんどんこうエスカレートしていくんですよね。で、これね、以前聞いたある話を思い出したんですけども、やっぱりね、そういう場所に住んでいる、住み始めた時、霊感とかがない人、もちろん何もないんですけども、そこに住んでいる、住み続けることによって、どんどん波長が合ってしまうのか、そういった霊障がエスカレートしてくっていう話って結構あるんですよね。最初は何も感じなかった。音がする。そんな気がする。やっぱ音するよね。金縛りにあっちゃう。誰かが来るみたいに、どんどんこの、やっぱ波長が合ってくってことがあるんだな。なんか今回それがね、すごく思い出される話だったので、退職をして部屋を出たということで、今もね、ご無事にね、暮らされているところですけども、やっぱり住み続けていくとどうなってしまったんだろうかっていう。だから皆さんもね、なんかおかしいなとか、やっぱ良くないかな、変なこと起こるなと思ったら、我慢せず、無理せず早めにやっぱり引っ越しを考えた方がいいのかもしれないですよね。ありがとうございました。ステッカーの方を送らせていただきます。続きまして、ニックネームメイモンさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。私が小学生の時に体験したお話、聞いてほしいなと思います。私が小学校3年生か4年生だった頃、親戚が所有していた熱海の別荘があったんですが、そこにおじいちゃんおばあちゃん、お母さん、そして自分、お兄ちゃんというね、おじいちゃんおばあちゃん、お母さん、お兄ちゃん、自分、5人で泊まりに行ったんです。ちょうどお盆の時期でした。その中でもおばあちゃん、祖母だけは少し敏感な体質で、霊感があるわけではないんですが、別荘に着いた時からなんかやだな、変な感じがするなとしきりに言っていた、それを覚えています。その日は閉め切った部屋の雨戸や窓を開け、布団を出したり、あとは夕飯の買い物に行ったり、そんなことをして過ごしていました。翌日は海に行こうかと楽しく談話をして、お風呂に入って、そして夜10時頃にみんなで就寝しました。その別荘は1階がキッチンがあって、リビング、あとお風呂なんかがある。で、寝る部屋というのは半地下があったんですが、その半地下に結構広い和室があったんで、そこに布団を敷いてみんなで寝ることにしました。小さなトイレが階段の下にあり、私もなんだかそのトイレに行くのは少し怖いなぁと、そんな風に思っていました。みんなぐっすり眠っていたんですが、朝早く3時から4時くらいという早朝だったと思うんですが、私は祖母、おばあちゃんが何やらこそこそとおじいちゃんに話しかけている声が聞こえて起きてしまったんです。私はおばあちゃんに聞きました。おばあちゃん起きてるの？どうかしたの？おばあちゃんは言います。起こしちゃってごめんね。まだ早いから寝なさい。そうは言われたんですが、気になってもう眠れません。そのうち母親も起きてきて、結局みんな全員起きてしまいました。母親はおばあちゃんに向かって、お母さんどうしたんですか？眠れなかったんですか？と聞きますが、おばあちゃんの様子がおかしく、顔面蒼白で、もうお家に帰りたい。そういうふうに言うんです。とにかく何があったのかと聞くと、夜中に金縛りにあったそうなんです。そして足を思いっきり誰かに引っ張られたとのことなんです。
声も出せず、誰かはわからないけれどもすごい力だった。あまりのおばあちゃんの怯えように、朝食後に帰ることになりました。私たちは海で遊びたかったなという思いもあり、気のせいじゃないのと帰りたくなさそうにしていました。するとおばあちゃんは足の方を指さし、ここをすごい力で引っ張られたの。そう言うとズボンをめくり上げました。なんとおばあちゃんの足首に真っ青な手形がついていたんです。その手形のようなあざは濃い紫色で、ちょっとぶつけただけではできないようなあざ、その手形でした。それからというもの、幽霊って本当にいるのかなと思うようになりました。あの時の証拠のあざを思い出すと今でもゾッとして鳥肌が立ちます。もしかするとお盆だったので、霊たちが現世に帰ってきていて、祖母を連れて行こうとしていたのでしょうかという。はい。いやー、このね、なんかこう掴まれた感じがした。で、気のせい、夢だったのかなと思うんだけど、後で確認すると手形がついてたっていうね。これすごい力ですが、こういう会話もよく聞きますよね。で、お盆だったのでという話もありますけどもね。これがね、例えばご先祖様がね、こう来た、そんな合図とかだったらね、非常にこう微笑ましい話なんですが、なかなかその強い力で引っ張り、ご先祖様ではないような気もしますよね。やっぱりお盆の時期というのは、ご先祖様と会えるというね、素晴らしい時期でもあるんですが、一年で一番この世とあの世との境があやふやになる時らしいんですね。なので、いい例だけじゃなくって、良くないものも向こうからこっちにたくさん入ってきてしまう時期。だからね、地域によってはお盆の時期は絶対に海には入ってはいけない場所もありますよね。今回ね、海が近い場所に行っていたんですけども、もしかするとその海の方からお盆という特殊な時期にこちらの世界に何者かが来ていたのかもしれない。そしてね、この時期気をつけなきゃいけないのが、彼らは知恵もあってですね、やっぱりご先祖様だったりすると、嬉しいな、心許しますよね。そういうふうなことを狙うために、ご先祖様たちのような姿、形を真似て近づいてくるという、そういうお話もね、よく聞きます。なので、お盆だ。ご先祖様が来てくれた。おばあちゃんだ、おじいちゃんだって思いたい気持ちわかりますけども、一度しっかりね、立ち止まってよーく確認することをお勧めしたいと思います。ありがとうございます。ステッカーの方を送らせていただきます。続いてです。こちらですね、男性の方、野瀬さんからいただきました。ありがとうございます。元カノのお話を送りますということで、実際に体験をした一コマですというね、ありがとうございます。高校生の頃お付き合いをしていた彼女がいました。週末は必ずと言っていいほど私の家で遊び、喧嘩もしましたが楽しくは過ごしていました。ある日、彼女といつものように自宅で遊び、夜になったんで彼女を近くの駅まで送って行ったんです。家に帰宅し自宅へ戻ると、ふと自分の机の上に日記帳が置いてあることに気づいたんです。なんだこれ。見るとそれは彼女が毎日つけていた日記帳でした。ふと興味が湧き、その日記帳を開いてしまったんです。ダメだとは思いましたが、彼女が何を考えているのか知りたくなったんです。するとそこにはデートに行った時の話や学校でのことなど事細かに書いてあり、そうなんだ、こんなことあったな、微笑ましく読んでいました。ですが、先のページです。その先のページに違和感を感じたので、その日記帳をめくってみたんです。すると、めくったページには大量の血がべっとりとついていました。ページ1枚を丸々覆うほどの量で日数が経っており、そのページは黒ずんでおりました。思わずうわっ声を上げてしまいましたが、そのページの内容が目に留まり、今度は言葉を失ってしまいました。そこには私への不満や悪口、中には神様、あいつを殺してください。
私の好きだったあの人は死んだ。今のあいつは偽物だ。などと長文で羅列してありました。日付は彼女と喧嘩をしたというその日でした。正直、そんなことでと感じるほど本当に些細な喧嘩だったんです。彼女に日記帳を忘れているよ、そう伝えたところ、中身は読んだと聞かれたので、読んでないよと答えました。それからしばらくは付き合いましたが、いろいろ疲れてしまい別れることになりました。人のプライベートにはたとえ恋人でも信頼している人でも踏み込むのは慎重にならなければならないと、それ以降私は心に刻みましたという。まあね、本当にね、心を許す大好きなね、相手が書いた日記帳にね、そんなことが書いてあったらもうゾッとして心臓が止まっちゃうかと思いますよね。これね、怪談とか例の話じゃないじゃないですか。でもね、僕の知り合いの、細かく言えませんが、地元のね、レギュラー番組をやらせていただいているところのアナウンサー、女性アナウンサーの方、そういうチャーミングな方なんですけども、結婚もされてお子様もいらっしゃるんですけども、非常にいい旦那さんなんですよ。ただやっぱ時々やっぱね、夫婦でこう生活してたらなんかやっぱこう腹立たしい日もあるじゃないですか。で、そういう時にノートを一冊ね、自分で作って、そこになんかもうとりあえずわーってもう吐き出す意味で書いたらいいよっていうのを聞いたらしいんですよね。なので、ああそうかと思って、カッとしたりとかね、なんかイラッとしたりとか、喧嘩したなんて時に結構辛辣な言葉で、はい、書き殴っていたみたいなことがあったんです。で別にその本当にもちろん思うわけじゃなくって、ただ書くとすっきりするからってことですよね。でそれを本当にこうタンスの下の方にね隠してたんですけども、ある日ね旦那さん発見しちゃったんですって。で帰ったら旦那さんがもうねしくしく泣いてるっていう、こんなことを思ってたの？いや別に思ってないわけじゃないけど、でもこれは本心ではないというかみたいな、そういうストレス発散法でねやってただけなんだけど、うわーって言って、そこからすごく気まずいんですって話、聞いてますけどもね。だからもちろんねその後も一緒にこうねお付き合いしてたので、その時そうやってでもそうか血が気になりますね、この場合はね。もうなんか一面こうびっしりこう血がついてた。じゃあちょっと僕が今お話をしたね知り合いの話とまた別の何かあったんですかね。本当ね人ばっかりは表では仲良くってもね心の内側本当のね気持ちっていうのはわからないですからね。でやっぱりそれは知らない方が幸せってことが多いですよね。いやちょっとなんかもういろいろな意味で身に包まされるというね、そんなお話、ゾッとするお話ありがとうございました。ステッカーの方を送らせていただきます。最後ですね、ちょっと長めになるんですが、ペンネームきなこさん、現在35歳の女性の方から送っていただきました。ありがとうございます。いやこれもすごい話なんですよね。私は特に霊感はないんですが、今まで一度だけ不思議な体験をしたことがあります。この話を当時両親に話しても信じてもらえず、結婚した後旦那に話しても全く信じてもらえず、自分の中でずっと心に引っかかっていたので、こちらのチャンネルに投稿しようと思いました。読んでいただけましたら光栄ですということで送っていただきました。ありがとうございます。なんかそうですね、こういうふうになんか人に話したけども何言ってんだよとか言われてずっとこうね封印しちゃってるって話、もうここは何でもね受け付けますんでね、そういう方ほどなんか送っていただきたいなと思いますね。はい、でお話いきたいと思います。私が中学校1年生の頃のお話です。私には2つ年上の姉がいました。両親と、家族4人ですね。お父さんお母さんとお姉ちゃん自分4人で一軒家に住んでいました。その一軒家は両親が結婚してすぐに建てたお家で、当時父方の両親と同居していたそうです。はい。おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃったそうですね。ただですね、私が4歳の頃におばあちゃんが癌で亡くなってしまったんです。で、その数年後、おじいちゃんは老人ホームに入ったんです。なので、私が物心つく頃には家族4人暮らしということになっていたんです。もともとね、おじいちゃんおばあちゃんもいたんですが、おばあちゃんは亡くなってしまって、おじいちゃんは老人ホームの方に入ってたという。そしてお父さんお母さん、お姉ちゃん自分で住んでた。1階がリビングと両親の寝室でした。2階が私と姉が共同で使っていた部屋。多分10畳くらいの部屋だったと思います。
私が中学校1年生になり、一人部屋が欲しいと両親に相談したところ、父親が2階の部屋を、このね、10畳の部屋を本棚で真ん中で仕切ってですね、区切って、無理やりなんだけども、こう別々の一人部屋を作ってくれたんです。本棚は高さ2メーターほどありましたので、隣の姿は見えませんが、天井までは30センチくらい隙間があったので、声や物音は普通に聞こえました。たまに姉と会話をしながら勉強なんかをしたりしていました。そんなある日です。夜眠っていると、姉の部屋、姉の部屋というかスペースの方ですよね。本棚をね、境にお姉さん側の方から、裸足の足がフローリングをスーッ、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 何か足を引きずりながら歩く、そんな音が聞こえてきたんです。部屋の中を何度も行ったり来たりしています。多分深夜2時頃だったんじゃないかと覚えています。お姉ちゃんこんな夜中に何してるんやろう。そう思いましたが、そのまま眠ってしまいました。次の日姉に、ね、昨日夜中なんで部屋の中歩いてたの？そう聞くと、それあんたの方から聞こえてきてたよ。と言われ二人で、一瞬時が止まりました。何かの気のせいだろうと思いましたし、それからその音は聞こえてきませんでした。ですが、それから3ヶ月ほど経った頃に、深夜寝ていると、またあの音が鳴り出したんです。裸足の足がフローリングをスーッ、スーッ、スーッ、部屋の中を行ったり来たり、これが15分ほど続くんです。結構長いですね。もうその時は姉ではない、そう分かっていたので、すごく怖かったのを覚えています。なんとか朝を迎え、姉に、昨日、聞こえた？聞くと、聞こえた。私もずっと聞こえてた。怖かった。そう言われたんです。二人してやっぱ聞いてたんですよね。私は姉の部屋の方から聞こえるんですが、姉は私の部屋の方から聞こえる。そう言ってます。ちょうど区切っている真ん中あたりなんでしょうか。私たち家族はみんな霊感など全くないので、もちろん両親はそんな話信じてくれませんでした。そしてそれからその謎の音、定期的に夜になると聞こえてくるようになったんです。その聞こえてくる間隔が3ヶ月に1回だったのが1ヶ月に1回になり、2週間に1回、1週間に1回、3日に1回、どんどん間隔が狭まって、ついには毎晩聞こえるようになったんです。最初は怖くてたまりませんでしたが、次第にまた来たよとイラつきさえ湧くようになっていました。そして毎晩という感覚になって10日くらいが過ぎた頃、突然老人ホームに入っていたおじいちゃんの持病が悪化し、おじいちゃんが亡くなってしまったんです。急だったので、お通夜お葬式とバタバタ過ごし、お葬式が終わって家に帰って眠ると、毎晩鳴っていたあの足音が鳴らなかったんです。その後、おじいちゃんが亡くなって夜からは一度もあの足音は聞こえませんでした。お姉ちゃんも同じで、今ではあの不思議な体験を、おじいちゃんが亡くなってね、足音もしなくなったっていうね、こともあったので、その前に亡くなられていたおばあちゃんがおじいちゃんのことを迎えに来てたんかななんて話しています。おじいちゃんが老人ホームに入ったことを、おばあちゃんは知らず亡くなっています。一緒に住んでいた家に迎えに来ていたものの、おじいちゃんがいないので、お家にね、部屋の中を行ったり来たりして探していたのではないかな。そんな風に私と姉の中では想像をしているお話ですという。だからね、最初に話しましたけども、ちょっとこうね、不思議な場所に住んでると、どんどん霊感が強まるのか、チャンネルが合ってくるのか、霊障がね、激しくなってくると話しましたよね。それにちょっと似てるのかなと思ったりもしてたんですが、今回違うような話でしたよね。この足音が聞こえてた、その感覚が狭まってきて、毎晩になったすぐ後に、おじい様が亡くなられてしまって、それ以降は足音がしなくなったっていう。確かにね、このお二人の見解の通り、おばあちゃんが迎えに来てたんだけれども、
おじいちゃんが老人ホームに行かれたこと知らないから部屋を探してたんじゃないかっていうね。なんかそれはすごくこう、腑には落ちるなとも思ったんですけど、僕はもしかすると、その施設に入られているおじいちゃんが、なんかこう、自分が体調がどんどん悪くなるにつれて、お家の方に、お孫さんたちの方をね、戻ってお顔なんかも見たくなって会いに来てた。もしかしたらその足音というのはおじいちゃんだったんじゃないかなという、そんな可能性もあるかなというふうにもね、思いました。でもね、本当に亡くなられてしまった後に足音がピタッと止むということは、やっぱりそういうことだったのかもしれないですね。はい。いやー、ありがとうございます。本当に皆さん、いろんな経験されてるんだなというふうにね、また今回改めて思いました。本当にね、こんな話、ね、もう素晴らしい話たくさん皆さん埋もれさせておくのは本当もったいないですからね。ぜひぜひ何かありましたら、概要欄にメールアドレスありますので、そちらの方にですね、怪談これからも送っていただきたいと思います。採用させていただいた方には、ステッカーの方を送らせていただきます。で、今回ですね、紹介させていただきました、ユンさん、そして、ポンコさん、そして、メイモンさん、そして、野瀬さん、そして、きなこさん、ステッカーを送らせていただきます。ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方に、懸命にですね、ステッカーと書いて送り先の方を送ってください。お願いいたします。というわけで、いかがだったでしょうか。今回は投稿怪談をお送りいたしました。ありがとうございました。以上、島田秀平のお怪談巡りでした。